はい、金坊主でございます。今日はですね、OCR、キントン連携するサービスを触っていこうかなと思います。よく聞くし、実際に皆さん使ってるかなとも思います。いろんなサービスでね、使えてたりはするかなと思いますが、それを今回はこちら、データシンカーフォーキントン、クラフテクスさんの、いろんなサービスあります。CSV をキントンに入れたりとか、PDF をキントンに入れたりとかする中で、リリース準備中になってますが、ちょっとね、触らせていただいたので、こんな感じでしたよみたいなものをちょっとね、喋っていこうかなと思うんですが、OCR、そんでもいろいろあるんですけれども、やっぱりね、僕の中ではまだ、ちょっとね、敷居が高いイメージがある。あと、本当にね、ちゃんと読んでくれるのかとか、あとはその読んだ後に、間違ってたらどう修正したらいいんだろうみたいな、使ったことは何回かあるんですけれども、結局、手書きで来たりとか、全く同じ形式では来なかったりするというのがあったんですけど、今回これ AI が入ってくることで、より OCR の精度が上がると。で、AI ってなってくると、じゃあ、機械学習はっていう話になるんですけれども、お話をね、聞いたんですけれども、セキュアな環境というかね、キントーンのゲストスペースを渡してくれるんですよ。このサービスを契約すると。その中ではデータはあるけれども、暗号化されているデータですから大丈夫ですよという部分があったので、なので、いろんな分野でも使えるんじゃないかなとは思います。実際にまずね、使ってみてから設定。だから設定もね、ほぼ設定っていうものはないんですけれども、診療情報提供書と請求書保管書というところでございまして、一回試してはみたんですけれども、こちらが診療情報提供書を AI でバーッと作りました。金坊主病院、金坊主太郎先生。で、若干ね、なんか怪しい部分あるかもしれないんですけれども、サクッと作ってみました。で、これを例えばファックスで送られてくるとしましょう。ファックスで来た分を PDF にして保存してもいいですし、今ね、複合機と連携して、複合機に入ったものが、自分のパソコンのね、ホルダーに入るってこともできれば、そのままファックスのものを均等に飛ばすってこともできたりしますので、このデータをですね、添付ファイルに入れます。これで保存します。するとですね、裏で Webhook を設定してまして、レコード追加したときに Webhook が動くようにしておりますので、今裏でですね、AI が頑張ってきているかなと思います。はい、ここで来ましたね。AIOCR の処理を受け付けましたよと来てますので、ちょっと待ちます。はい、できました。じゃあちょっとね、見てみましょう。金坊主病院、金坊主太郎先生ね。で、日付も入ってる、年齢も入ってる。電話番号はね、入らなかったですね、今回。なんでだろうかな、というとこなんですけれども、もうここもですね、今 AI にね、後で学習させることができるそうで、後でね、入力したら次は入っていくとか、そういうようなところで学習をさしていくことはできるみたいです。なんで間違ってる部分は修正すればいいと。で、大体入ってますね、綺麗にね。で、添付資料もさっきちょっと難しいかなと思ったんですけれども、添付資料ありなしのありで CT と心電図と採血検査だけチェック入れてるんですけれども、ここ見たら CT と心電図と採血検査だけチェックが入ってたと。これがですね、PDF1 枚じゃなくて2枚とか3枚あってもちゃんと読み取ってね、入れてくれるそうなので、そうなってくるとですね、めちゃくちゃ便利やなというふうに思いますし、どこまでできんのか、どこまでちゃんと読み込むのか。AI だからいろいろとね、こう、意図を組んでやってくれるとは言っても、意地悪なことをしたら、意地悪なことっていうか、どこまでね、ちゃんとしっかり読めるのかっていうので、次ね、請求書を見てみようと思います。カチッとした請求書ですね。で、その次に、ちょっと手書き風な請求書。ちょっと手書き風な請求書。で、最後は AI に頼んで、めっちゃ読みにくそうな、ちょっとこんなこと、こんなん来たら、これちょっと怖いですよね。ホラーな請求書ですけれども、こんなんが来たらどうなるかというところで、この3個、1個ずつ入れていこうかなと思います。はい、3つ送ってみました。で、1個目はですね、今 AI の OCR の処理を受け付けましたと
来ているので、もうちょっと待ったらですね、まず1個目の請求書が、処理されるかなと思います。はい、来ました。で今回でいくと、郵便番号と電話とファックスは入らなかったですね。でもここに郵便番号が入ってますね。なんで、ここの辺は後で修正したら、映画が学習してくれる。登録番号も入ってる。名前、請求書、支払請求金額、請求内容、テーブルですけれども、ちゃんと入ってますよと。はい。で、備考欄も振込先も入ってますね。バッチリですね。あとここを修正してあげれば大丈夫でしょうでしょう。手書き風サンプルですね。なんで、このサンプルにしたら、なるほどね。最初はここに登録番号があったんですけれども、手書き風サンプルには登録番号がないんですよ。ないんで、入ってないですね。ちゃんと登録番号は入ってないですね。あとはもろもろ入ってますね。で最後、めちゃくちゃ怪しいやつ。でもこれも、これですね。これ。この辺はあれでしたけれども、ほぼほぼ大丈夫そうですね。桜銀行の情報が、ちょっと桜銀行京都中央支店普通12345口座名義金没病院ってやつは読み込めなかったみたいですね。桜銀行京都中央支店天満123までは読み込めた。どんなんやったんやろ。ここですね。この普通123で金没ずーってこれは読めなかったみたいですね。だからある程度な手書きはいけるけれども、超達筆なものが来るとですね、AI も悩んじゃうかなという部分はあります。はい。修正してみたので、これでもう一回、郵便番号は入ってくれなかったけれども、電話番号とファックスは入りましたね。いい感じに入ってるかなと思います。で、設定どうなってるかというと、まず、このデータシンカーを契約したらですね、こんな感じで、ゲストスペースを準備されて、そこでですね、いろいろと僕、触れるようにしてもらってるんですけど、この AI-OCR 設定、ここでですね、レコードを追加していく、その、連携するやつ、今回でいくと、まず、ご自身の契約のサブドメインがあって、で、アプリ ID を自分で入れます。アプリ ID を入れて、で、添付ファイル、PDF を何でやってるかっていう添付ファイルのフィールドコードを入れます。で、あと、この AI-OCR 設定 ID っていうのがあるので、AI-OCR 登録 ID っていうフィールドをこっちの方に作る。Webhook の URL が発行されるので、それをまたあっちのアプリに入れていくと。ここのサービスでいくと、メールトゥキントン。メールの本文の転記や添付ファイルの保存を自動化する。ってなってくると、メールが来ました。そのメールを保存します。キントンに。で添付ファイルも保存してくるので、添付ファイルが保存されたら、この AIOCR が動いて、添付されているものの内容を登録していくみたいなこともできる。まだ OCR のホームページ出てないけれども、ここのページとかはリンク貼っておきますので、試してもらえたらなと思います。僕はね、めちゃくちゃいいなと思ってるので、お客さんとかちょっといろいろとね、ご紹介してようかなとは思っています。YouTube、もしくはもう X だけの場合もありますけれども、動画上げていこうかなと思いますので、チャンネル登録とかフォローいただけると嬉しいです。以上です。ご清聴あざした。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you la la la